はい。では次はタンパク質についてお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。タンパク質ってよく聞くと思うんですけれども、タンパク質って何だかわかりますか？タンパク質っていうのはですね、私たちの体のいろいろな様々な場所、脳だったり、心臓だったり、内臓ですね。様々な内臓だったり、あとは骨、筋肉、あと皮膚だったり、髪の毛だったり、爪だったり、いろんなそういったものはすべてタンパク質でできてます。体重の約20%を占めるというふうにも言われていて、すごく体の中では大切な主要な成分というふうになっています。で、働きとしては、代謝機能を調節したりする、なんていうんですかね、その酵素だったり、ホルモン、これも、タンパク質です。で、あと、セロトニンだったり、アドレナリンっていうような神経伝達物質と呼ばれるものですね。神経を伝えるための物質があるんですけれども、それらもホルモンでできています。つまり、人が生命を維持していく上では、タンパク質っていうのは非常に大切なものです。タンパク質だけじゃないですけれども、でも、そうですね、物質的にすごく大切なものになります。で、それらはじゃあ、どういうふうに維持していくかっていうと、食べ物を食べて、それらを取り込んでいくということになるんですけれども、主に肉だったり、魚介類だったり、牛乳、乳製品、卵、豆などに多く含まれています。で、これらのものを食べます。で、それはタンパク質として摂るんですけれども、皆さんアミノ酸って知ってますか？アミノ酸とタンパク質の違いって分かりますか？アミノ酸っていう言葉もタンパク質っていう言葉も、どちらもよく耳にする言葉かなというふうには思うんですけれども、タンパク質っていうのは、アミノ酸の集合体です。アミノ酸がたくさん集まってタンパク質ができるという状態です。先ほどのですね、糖質の時にもお伝えしたんですけれども、塊のタンパク質っていうのをバラバラに分解していくと、アミノ酸という一つの一番小さな最小単位のものが、えっと、になります。なので、アミノ酸っていうのは最小単位のものですね。それ以上小さくはならないっていう意味です。それらがいろいろ組み合わさって、いろいろな形のタンパク質を作っています。で、ブロックとかを、おもちゃのブロックみたいなものを思い浮かべてくれると分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、ブロックってもう昔すぎて忘れたと思いますけどね、遊んだ頃のことは。一つ一つのパーツっていうのはすごく小さなものじゃないですか。細長かったり、四角かったり、丸いパーツは、でもないことないですね。あの、それが大きな四角だったり、小さかったり、様々な形をしているバラバラのパーツがあります。で、それらを組み合わせて、例えば家だったり、飛行機だったり、車だったりっていう自分の作りたいものを作るんだと思うんです。で、その出来上がったものがタンパク質だと思ってください。で、それらを作るための一つ一つのパーツがアミノ酸です。で、体を形成するために、形成しているアミノ酸っていうのは20種類あります。なので、この20種類のアミノ酸がいろいろ組み合わさって、その並び順だったりとか、数だったりがどうなるかによって出来上がるものが変わるっていうふうに考えてください。で、このアミノ酸の20種類の中で、えっと、なんていうんですか、20種類を全部覚える必要というのは全然ないんですけれども、ただ、アミノ酸っていうものの中には、体内で合成できるものと、もう体の外から食べ物として取らないと、絶対に体の中では作り出せないものっていうのがあるんですね。で、自分の体の中で作れないものっていうのは、この20種類の中の9種類というのは、食べ物で取らないと体の中で勝手には作られないものです。なので、それらをきちんと取りましょうっていう話です。
で、このよくよくというか、そのブロックで何かおもちゃを作った時に、例えばですね、飛行機を自分が作っていて、あともうちょっとで仕上がる時に、ああ、このちっちゃいパーツがあと3ついるのに2つしかないとか、なんかここに壁が欲しいのに、この細長いのもうないじゃんみたいなことって、昔を思い出すと、そういうことってきっと経験あったと思うんですね。で、そういうことが体の中でも起こります。つまり必要なタンパク質を作りたいのに、アミノ酸が足りなくって、それが作られないっていうことが起こるんですね。なので、私たちがしなくてはいけないことは、えっと、なんていうんだろう、必要なタンパク質を作るときに、材料が足りなくならないように、アミノ酸をきちんとストックしておけるように食事をとりましょうということです。で、先ほどもお伝えしましたけども、タンパク質っていうのは、まずお肉を食べたりとか、豆腐を食べたりとか、そういう食べ物で食べた段階では、体の中には吸収されないので、それをバラバラに分解して、一つ一つのアミノ酸という単位になります。で、これらを、体の中で必要なタンパク質に作り変えてくれるんですね。主にこの役割をしてくれるのが肝臓なんですけれども、肝臓の中に集まったそのアミノ酸のバラバラのものが必要な形のものに生まれ変わって肝臓から放出されます。すごいですよね。優秀な肝臓くんですね。なので肝臓は本当にいたわってあげた方がいい臓器のもう本当に代表格のものかなというふうに思いますけれども、なので、その、なんて言うんだろう、これ作りたいのにこの材料足りないみたいなことにならないように、アミノ酸がきちんとストックされている状態にするっていうことは、きちんとタンパク質をバランスよく食べましょうという話です。で、タンパク質がどういうことをしているかっていうと、骨を作ったり、筋肉を作ったり、あとは皮膚ですね。皮膚を形成しているのもタンパク質は重要な役割を持っているので、なんていうんですかね、柔らかい肌を作るっていうことだったり、あとは血管だったり、血液だったりもタンパク質です。で、あとは老廃物を回収するためのリンパ。こういうすべての代謝をコントロールしている、ホルモン、酵素、免疫など、とにかくもう生命を維持するほとんどの作業ですね。これらに全部タンパク質が関わっていると思ってください。はい。なので、とっても大切なんですけれども、そのタンパク質をじゃあ1日にどのぐらい取ればいいですかっていう話です。で、これは目安で考えるといいかなというふうに思うんですけれども、体重1キログラムあたり約1グラム、つまり50キロの人は50グラム、60キロの人は60グラムっていう意味です。なので、自分の体重の、えっと、かけるとかに、グラムをつけた。はい。それぐらいは最低でも取りましょうというのが、必要な量とされてます。で、筋力アップしたい人は1.5倍で、スポーツのすごいアスリートとかは2倍っていうふうに言われてますけれども、うんと、特にスポーツをものすごくしてなかったとしても、なんていうんですかね、1倍よりももう少し取っても大丈夫かなというふうに思います。ただ食べ過ぎたりとか取り過ぎたりすると、それで不具合が出たりすることも確かなので、目安としては、自分の体重かける1っていう感じですかね。で、タンパク質っていうのは、植物性のものと動物性のものと、いろいろあります。で、どちらが良くてどちらが悪いっていうことではないんですけれども、どちらからも、なんていうんだろう。
まんべんなくというか、こっちがいいよ、これがいいよと言われたからといって、そればっかり食べるのではなくって、いろんなものから、バランスよく取るのがいいのかなというふうに思います。で、タンパク質っていうのは、じゃあ、食品にどれぐらい入っているのかっていうのって、パッとわかりますかね。例えばですけど、鶏肉、これは全部ですね、その100グラムのものにどれだけタンパク質が入ってますかっていうものです。だから鶏の胸肉の皮がついてないものを100グラム用意した。で、この100グラムのお肉の中にタンパク質は24グラム入ってますという意味です。で、これがもも肉になると22グラム、100グラム中22グラム含まれている。で牛のヒレ肉だと100グラム中19グラムになります。で、この上の卵まで、ここまでが動物性のタンパク質ですね。マグロ、カツオ、卵なので、100グラム中の、含有量がここまで。で、ここから下は、植物性です。豆腐、あと納豆、牛乳、食パン、ほうれん草、落花生。これらは全部100グラム、牛乳を飲むと、3から4グラム入ってますよ。豆腐が100グラム、あったときは、そのうちの6グラムがタンパク質ですよという意味です。なので、タンパク質の割合を考えると、動物性のタンパク質を取った方が、すごく効率よく取れるというのはありますね。あるかなというふうに思います。で、これは例えばの例なんですけれども、体重が50キロの A さんの場合は、1日に必要なタンパク質っていうのは、先ほどの計算から50グラム必要ということになります。じゃあ、この人は50グラムタンパク質を取るために、どういうような食事をしていったらいいのかっていうのをちょっと見ていきたいんですけれども、この方は朝はプロテインと、青汁のドリンクを飲みます。で、ちなみにプロテインっていうのは何のことかっていうと、タンパク質を横文字で言うとプロテインになります。なので、えーいろんなタンパク質が入ってるんですね。プロテイン、ちょっとここではプロテインが何のプロテインかっていうのは書いてませんけれども、これが植物性なのか動物性なのか、乳製品のものなのか、ホエイとか、ホエイプロテインとか、あとはソイプロテイン、なんだ、大豆ですね。大豆とか、いろいろありますよね。ヘンププロテインとかあるんですけど、そこはちょっと定めてないですけど、プロテインをとにかく取って、そこに青汁ドリンクを入れた。を1杯飲んだ。これで 10g のタンパク質はこの方は朝取れました。で、お昼は牛もものステーキを食べました。100g。100g 食べて、あとはサラダを食べて、フランスパンを2切れ食べました。それによって 19.3g と 2.4g の、タンパク質を取りました。夜は鮭を1切れ食べました。これで 13.1g。あと納豆を1パック食べました。これで 8g。あと玄米のご飯を、お茶碗に半分食べると約 2g のタンパク質。で、あとはおひたしと味噌汁を飲みました。これでようやくこの方は 52.9g が、取れたっていう計算になります。どうでしょうか。結構食べてるのに、これでようやく50っていう感じですね。これ朝のここがなかったら、プロテインとか青汁とかがなかったら、50にはいかないっていうことになってしまいますし、ここの牛ももステーキとかがもっとなんかヘルシーなものとかになっちゃう。ここがだからうどんとかだと全然足りないですねっていうような感じなので、思ってるよりもタンパク質をきちんと必要量を取るっていうのは結構大変です。で、ファスティングの時にお肉を、取るのを控えて
控えることをお勧めしていたと思いますが、タンパク質のことを考えたときに、なぜ肉を食べるべきなのか。えっと、私はお肉は食べちゃこれファスティングの、なんて言うんだろう、やってる先生の中には、お肉を全く食べないという方も実はいます。全く、ほとんどかな。うん、ゼロではない。でもほとんど食べませんっていう方も実はいます。で、それはいろいろな考えがあるのかなというふうには思いますが、栄養的に見ると、お肉の中に含まれているタンパク質、主になんていうんですか、動物性のものの中にはバリンだったり、ロイシン、イソロイシンみたいなアミノ酸というものがいっぱい含まれてるんですけれども、それらはすごくエネルギーを生成するときに必要だったりとか、筋肉を作ったりするときに必要なタンパク質が多く含まれているんですね。で、あとそれだけではなくて、ビタミン B 群だったり、A 群じゃないです。A は群じゃないですね。A だったり、鉄だったり、いろいろなその栄養成分がお肉には含まれています。なので、節度を持って食べる分には、やっぱり食べた方が摂取量はいっぱい取れたりとかしますんで、必要なのかなというふうに思っています。で、ここの L カルニチンっていうのが書いてあるんですけれども、L カルニチンっていうのも、アミノ酸の一つなんですけれども、これらも、これは何て言うんですかね、体の中で作り出せるアミノ酸なんですが、その作り出すために必要な、成分っていうのは、動物性の食べ物から取れたものが、この L カルニチンっていうものを作るために必要だったりします。で、これは何をするかっていうと、皮下脂肪の燃焼にすごく必須なものなんですね。なので、お肉っていうのは、なんていうんですかね、節度を持って食べるのは必要なことかなというふうに思っています。で、タンパク質をじゃあ取るときに、他にどういったものがありますかっていうと、最近こういうものがコンビニとかでも結構、もっとなんかいろんな種類が出回ってるような感じがあるなと思うんですけども、プロテインバーという結構手軽に、タンパク質を取れますっていうこういうスティック状のものですね。はい、があります。で、これらもこうちょっとこう甘いですし、糖質が少ないものであれば、なんて言うんだろう、食べたいという欲求を抑えたりとか、甘いもの食べたいっていうその渇望が軽減したりとかもするので、おすすめかなと思うんですが、これらは全部日本製のものなんですけども、ちょっとこう裏を見ていただければなというふうに思うんですが、食品表示ですね、後ろに何が含まれているかっていうものを見ていただくと、意外と多いのが植物油脂とか脱脂粉乳とか、その、なんていうんですかね、添加物がすごくいろいろ入っているものが結構多いです。だから、タンパク質を摂るという意味では、なんか、タンパク質の含有量だけを見てしまいがちですけれども、何でできているか、何が他に入っているのかっていうことも合わせて見ていただけると、ちょっと参考になるのかなというふうに思います。で、やっぱり日本のものよりも、海外のものの方が、その辺のその中に含まれているものの成分とかに気を使っている感じは意外とあって、これらは、なんていうんですかね、iHerb っていうところのサイトとかを見ると、こういうものが買えたりするんですけれども、その、おすすめですね。海外からね、来るんで、そんなすぐ届かないですけれども、添加物とか含まれていないし、タンパク質もすごく含有量が、多いものだけど、きちんとおやつとして甘さもあって、みたいな。はい。このチョコレート味のものがあったりとか、結構1本で満足できるものとかがあったりするので、おすすめです。
で、あとはプロテイン。さっき何でしたっけ。1日の食事の中の朝プロテイン飲んでる方とかいましたけども、プロテインの種類にもいろんなプロテインっていうのがあります。で、この右側の写真っていうのは、これはヘンププロテインというものなんですけれども、ヘンププロテインっていうのは、麻の実です。麻の実から取った、で、それを粉末状にしたものなんですけれども、このプロテインはですね、あんまりちょっと一般的ではないかもしれないですが、他のはもっと、うん、こういう豆とかですね、玄米とか豆とか、あとは乳製品の動物性のタンパク質とかっていうものを取っている方が多いかと思いますが、このプロテインは、必須アミノ酸だったり、亜鉛とかマグネシウムとか、鉄とか銅とか、いろんなものが、ミネラル成分がすごくいっぱい含まれているので、安心して飲めるプロテインとしては、私もこれを結構毎朝、そうですね、だいたい毎朝飲んでるかなっていう感じです。豆乳に入れて、シェイカーでシャカシャカシャカってやって飲んだりするんですけども、味は、青汁を飲める方は別に普通に平均に飲めるんじゃないかなっていう感じですかね。甘かったりとかっていうような味付けはこちらはしてないので、甘さが必要とか、美味しさが必要な方は、これ、ちょっと蜂蜜入れたりとか、黒糖を入れてみたりとか、黒蜜とかが、結構おすすめだったりはします。私はそのまま飲んでますけども。はい。こういうものも、なんていうんですかね、補助的に使っていけると、ちょっと足りないなっていう時とかには、非常に有効なんじゃないかなというふうに思います。では、タンパク質のまとめとして、体を作っているのはとにかくタンパク質です。体のあらゆるところがタンパク質でできている。酵素も、酵素自体もタンパク質でできています。なので、毎日きちんと食べるということが大切です。そしてその動物性のものだったり、植物性のものだったり、いろいろタンパク質といっても種類があるんですけれども、あのこれっていうふうな何かに偏るのではなくって、動物性と植物性で言えば1対1ぐらいの割合になるように心がけてみて。で、あとはその自分の体重1キロあたり1グラム、50キロの人は50グラムというような量を取れるように努めてみてください。で、お肉にはすごく、なんていうんですかね、大量のタンパク質が含まれているから有効ですよというふうなお話はしましたが、やっぱりお肉を食べ過ぎたりとか、食べることで起こる弊害、先ほども言ったリンを多く含んでいるとか、酸性にすごく傾いてしまって、悪玉コレステロールなどを作り出すなど、マイナス要素があるということも、やっぱり加味して食べていかなくちゃいけないかなというふうに思うんですね。なので、動物性タンパク質がダメだよっていうわけではないけれども、植物性のものもきちんと取っていって、バランスよく食べるっていうことが大切なのかなというふうに思います。